それでは、柴崎と一緒に描いていきましょうね。続いては、グラデーションと滲みの技法で描いていきましょう。はい。ではですね、グラデーションと滲みの効果を今からやってみたいと思います。まず、たっぷりと溶いた絵の具をフラット塗りします。今回は紙を少し斜め30度ぐらいの角度に立てかけた状態になっています。さて、この上ですね、同じ色を濃いめに溶いて、この辺りから塗り始めましょう。そうすると、色が下に垂れてきますよね。同じ考えで、濃いめの色を次々と下に加えていきます。すると、このように色が滲みながら垂れてきます。結果的に上からだんだん暗いというグラデーションになります。面白いでしょ？これはもう透明水彩ならではの効果ですね。はい、グラデーションですよ。溜まった色はちょっと筆先でね、吸い取ったりしておきましょうね。はい。透明水彩によるグラデーションの効果です。あなたはどんな場所にこれを使うかな？はい。では今度はこちら、別のやり方をしてみましょうね。今度はお水だけを、まずフラット塗りですね。はい。水のフラット塗りです。はい。塗りましたよ。そして、今度はですね、うんと濃いめに溶いた色を上からたっぷりと塗ってみます。どうですか？下に色が垂れてきますよね。これは紙を斜めに立てかけてあるので、重力の効果でこのように色が下に下がってくるわけですね。その下がってくる色を筆で受け止めて、下へ下へと誘導していきます。こうですね。ほら、自然なグラデーションがね、できましたよ。最初のとは逆のグラデーションですね。暗く、そしてだんだん明るくです。ね、最初のは明るく、だんだん暗くでした。このようにグラデーションを作っていきます。面白いでしょ？いろいろな場所でこの表現はね、きっと活用できます。はい。もう透明水彩ならではの表現ですね。たっぷりの絵の具を使った表現です。では、滲みの表現ですね。滲みの技法は、まずは同じようにフラット塗りから始まります。そして、そのフラット塗りの色が乾かないうちに、濃いめの絵の具をさっとのせます。そして、いじらないでしばらく見てみましょう。見ていると、徐々に色が広がっていくことがわかります。これが、滲みの効果ですね。いわゆるウェットインウェットという表現です。では今度はちょっと異なった色でやってみましょうね。黄色でやってみたいと思います。この黄色は乾かないうちに。では異なった、今度は違う色に塗ってみましょうね。はい。ちょっと濃いめのピンクを塗りましたよ。ほら、見てください。だんだん滲んで広がっていきますね。お花が咲いたみたいでしょ？とっても綺麗ですね。こんな技法ね、いろいろと使えるといいですね。では今度は濃いめに溶いた色をフラット塗りします。
そして実はですね、この上にお水を塗ってみます。何が起こるんでしょう？どうでしょう？最初ちょっとお水を塗っただけなんですけども、だんだんそこが白くなってきたでしょ？そうなんですよ。同じ滲みの効果といっても、最初に薄い色、そして濃い色を重ねるか、最初に濃い色、そして後から薄い色を重ねるかによって、異なった効果が得られるというわけですね。これらがいずれも水と絵の具による水彩ならではのグラデーションだったり、滲みの効果に当たるわけです。さあ、あなたはこれらのテクニックをね、これからどう使ってどんな絵を描くかね。はい、出来上がりです。さて、それではグラデーションと滲みの効果で早速描いてみたいと思います。その効果で描く絵は海の絵です。ここにヨットを描きますね。高い帆柱と帆を描きましょう。こんな感じです。前の方にもちょっと小さめの帆をつけたいと思います。ここに岬ですね。はい。そしてここに夕日です。さあ、要素はこれだけですね。ここに夕日の沈んだ色が反映するというわけです。さて塗ってみましょう。まず、きれいなお水でこの太陽の周囲を塗ります。こうですね。この濡れた部分をにじませるようにして明るいイエローを塗ります。さっと塗ると一人に色が広がって滲んでいきます。次にもうちょっと濃いめの今度はイエローをこのように塗りながら、これも同じ風ににじませていきましょう。太陽の形と明るい輝きが見えてきます。そして赤いオレンジ系の色をその周囲にフラット塗りしながらにじませていきます。こんな感じですね。だんだん暗い色です。自然に絵の具と水の効果で色が広がっていくことがわかりますね。さあ、もっと暗い今度は赤系の色をまたこのように重ねて塗って、グラデーションとにじみです。左右やってみましょうね。のびのびとした軽いタッチで色を塗ります。たっぷりの色ですね。だんだん色が自分で広がってきれいな滲んできたと思います。ではさらに暗い色を塗りますよ。これは夕方の雲ですね。さあ滲みますよ。怖がらずにやってみましょうね。左右からちょっとずつ形の違う雲を描いてみたいと思います。そしてその上の方に空を広げていきましょうね。グラデーションです。だんだんと滲んで自然なグラデーションに見えてくると思います。こんな感じですね。上から絵の具が垂れてきてグラデーションになっていくんでしたね。ではその垂れてくる効果を少し画面を斜めにしたりして自分なりにコントロールしてみましょうね。
ちょっとこのようにね、誘導してあげてもいいですね。さあ、色を変えながら塗っていきます。ちょっと見えにくくてごめんなさいね。こんな感じです。ちょっと誘導しましょう。さあ、綺麗な夕焼けの空になってきましたよ。ではこの上からもっと暗い色をにじませて、雲ですね。透明水彩は随分と暗い色をのせても乾くと明るくなるので、怖がらずに思い切って暗い色をのせましょうね。こんな雰囲気です。このグラデーションとにじみ、透明水彩が最もその実力を発揮して魅力的な効果を見せる大切な技法ですね。さあ、塗った雲の部分、ちょっと綺麗な筆で色を取ったりもしています。こんな感じですね。こうすると太陽の光が下から当たってるというような感じにも見えます。また色を加えてにじませてあげましょうね。空の雲ができてきました。どうでしょうかねえ。はい。本当にこのにじみの効果。もう自然な透明水彩の魅力ですね。では今度は海の方ですね。この太陽の光が海に映っているという意味合いで、オレンジを塗ってからだんだんこのような暗い色を重ねてグラデーション。そしてこちらではまずフラット塗り。こうですね。フラット塗りができたらまた下から暗い色を重ねてのグラデーションです。さあ、こんな雰囲気ですよ。軽いタッチで絵の具を広がるのを期待しましょう。楽しいですね。透明水彩はそして綺麗ですね。はい。では同じように、左の方ですね。暗めの紫、ブルー紫をたっぷり塗って、ちょっとこれはね、こうグラデーションにして、異なる色を加えて、にじみですね。一旦塗ってそのまま放置しておくと、一人でに色が混ざっていきます。水平線ですね。あ、ねえ、海の感じが見えてきたでしょう？こうです。近くの方はちょっとタッチを生かしてね、波の雰囲気です。このグラデーションやにじみの効果は、塗ったらあまりいじりすぎないということが大切でしたね。水があれば、色が自分でその効果を作っていくのをしばらく見てるというのもとても大切です。さあ、では目先のフラット塗りですよ。でも、ほら、ちょっとグラデーションになってるでしょ？はい、こんな感じです。では乾かしましょうね。さあ、ではいよいよメインとなるヨットを描いていきましょう。まずマストを描いてから、ヨットの方ですね。今回は太陽が向こうにあって、ヨットは逆光に見えているので、穂も暗く塗っていきたいと思います。
こんな感じですね。ヨットも同じ考えです。ちょっとヨットの上の部分、紙の白残ると、なお効果的なんですけども、そういうとこもちょっと見てくださいね。はい、ヨットです。こんな感じだね。細部はちょっと描けばもう十分ですね。さあ、全体できてきましたので、今度はもう一度ここですね。お水を塗ってから、色をこのように重ねてグラデーションします。一重でに絵の具が広がってきますね。こうです。水彩というのは一度乾いてしまってももう一度水を加えることで絵の具、色が生き返ってまた滲みやグラデーションの効果を作ることができるんですね。ねえ、ご覧のように画面がしっかり濡れていることがわかるでしょう。はい。そして重ね塗りです。手前の方のちょっと細部ですね。さて同じやり方でこちらもまず水を軽い筆のタッチで上に重ね塗りしてから濃いめの色を塗ってグラデーションさせます。こうですね。ほら、色がね、だんだん下に流れてきますね。あのグラデーションの効果ですよ。そしてこの境目、軽くこのようになじませておきます。最初よりももっと複雑な変化に富んだ海に見えてきたかと思います。はい。そして、ちょっとですね、ヨットの船の部分を少しだけ描き起こして、綺麗なね、夕日の太陽が輝いて見えたでしょうか。はい。これで、滲みとグラデーションの効果による表現ですね。はい。これで出来上がりです。